アクアリウム初心者のおっさんが魚と暮らすためゼロから水槽の準備をしています。今回はプレミアムモスの成長とメンテについてです。プレミアムモスはこの水槽で一番最初にミスト式で育成を始めました。その時から半年ぐらい経った今でも水槽の中で元気に成長してます。右上がミスト式を始めた直後で、これを見るとまばらに散ってるだけの緑がものすごい育ってるのがわかります。こちらの映像だと長く伸びてるだけじゃなくて密度もすごい上がってます。プレミアムモスの値段が結構高いんで、ちょっとどう育っていくのか心配もありましたが、半年も経つとこんなに増えて、これはもう育成者冥利につきますね。こうやって増えたのは嬉しいんですが、ちょっと舞茸っぽくなってきちゃったっていうか、僕の理想形ではこういうふんわりした感じではなくて、ベタっと広がったようになってるのが僕は好みだったんですね。厚みは出たけど広がってもいるし、このままウィローモスの失敗みたいに根元に光が届かなくなっちゃうのも嫌なんで、しっかりトリミングしていきたいと思います。で、この映像が水槽の中で初めてモスをトリミングするところなんで、すんごいためらってますよね。ビクビクしてるっていうか、覚悟を決めていくのかと思いきや、まだなんか煮え切らない感じですよね。でもね、大事に育ててきたんですよ。本当にこんなに切っちゃっていいのかなとか、これで枯れちゃったらどうしようとか、結構ね、もやもや頭の中にあるんですよ。この育ってる状態でどんどんハサミを入れていくっていうのに、ためらいみたいな気持ちがあるのって分かってくれる人もいるんじゃないかなと思ってますが、先を考えたらやっておくべきことなんで、経験ですね、経験でどんどんトリミングしていきますが、どうしても破片が水中に舞ってしまうんで網ですくったりしてるんですけど、僕はプレミアムモスに関しては水槽内のどっかで勝手に育つのを気にしてなくて、低床でも結構こうやって流木とか石の隙間に引っかかってます。これ見て汚いって思う人もいるかもしれませんが、僕はこの汚さは嫌いじゃなくて、もう枯れ葉とか小枝とかが低床の隅っこに積もってるくらいにしたいんですね。ただちょっといろいろ難しい面もあるんで、いずれこれはちょっと挑戦してみたいですね。ただ現状ではエキノドルステネルスにたくさんまとわりついちゃってるんで、この辺は少し間引いてます。で、こっちの石周りも切っていきましょう。まだトリミング後にどういう姿になるのかっていう想像力が弱くて、綺麗に揃えすぎちゃうと角刈りみたいになっちゃうし、かといってあんまりデコボコしちゃっててもおかしいなっていうのもあって、そんなこんなでもう少しこっち切って、でこっちもやってなんてやってたら結構切りすぎちゃいました。なので切ったやつを枝の間に押し込んだりしてます。こっちの石に関してはもっと姿が見えてもいいんでバッサリいっちゃってます。こっちの流木はかなりトリミングのしがいがありますね。プレミアムモスはこんな風に重なるように姿が大きくなっていくようなんで、僕のレイアウトではトリミングしちゃいますが、この形を活かして盆栽的な感じとか面白いこともできそうだなって思ってます。これくらいになるともうほとんどためらいなくカットを入れてます。これかなり大きい塊を切り落としてるのがわかるんで、それだけ成長してるっていうことですね。ウィローモスに比べると根元への光量低下はそこまで弱くないように感じますが、やっぱり少し浮いちゃってるところもあったんで、トリミングはもっと早い時期にやるべきでしたね。これでかなりさっぱりしました。で、トリミングが遅れた理由の一つに、切り落としたモスをどうするのかっていうのを解決できなかったのがあります。このプレミアムモス結構値段が高くて、右上の一塊がチャームで、買った時は1800円だったんですね。たくさん切り落とすことになるのは水槽を見ればわかることなんで、捨てるのもったいないからどうしようってなってて、前回の避難水槽っていう流れになるわけです。ということで避難する準備を始めましょう。用意したのはこちらのステンレスメッシュです。以前東京ペット貿易でプレミアムモスを買った時、この方法で育成されてたんですが、巻き付けやすくて厚みもなくて沈められて剥がしやすいって感じたんで、この方法でやってみます。ステンレスなんで金属用のニッパーで切ってますが、
もうすでに一発目からこれずっと続けるのちょっときついなって思ってて、で一応一つ切り出しましたが、こちらの金属もいけるごっついハサミに変えてみます。そしたらもうすんなり切れましたね。あとはガンガン切り出して小さいチップをたくさん作っていきます。これにプレミアムモスを乗せますが、重なり合ってるのはバラして、大きいやつは少しちぎって薄く一面になるように敷き詰めていきます。プレミアムモスはミスト式で使った時もこの方法でくっつけてったんで、特に問題はないと思います。あんまり細かく刻むとメッシュから落っこっちゃいますからね。こんな感じでなるべく薄く敷いていきます。そして巻き付けに使う糸は今回木綿の糸を使ってみることにします。20番目の動画で巻き付ける糸について僕の考察をお話ししてますが、今まではあえて溶けない糸を全部使ってました。で、木綿糸は溶けるらしいですが、もしくっつく前に糸が溶けたとしても避難用水槽に散らばるだけなんで、今回は実際にどう溶けていくのかっていうのを経験できればと思います。作業は単にぐるぐる巻いて結ぶだけですね。これいつも思うんですが、水草を抑えながら糸を結ぶのって難しいですよね。僕が不器用なだけかもしんないんですけど。で、避難用水槽はあるんですが、もしこの状態のままメイン水槽に全部入れてたら、どういう状況になったんだろうかっていうのを試したかったんで、こうやってメイン水槽に入れてみたら、この状態では真四角だし、メッシュも見えちゃってるけど、いろいろ考えて使えば、レイアウトでもいけるんじゃないのかなっていうふうに思いました。ちょっと面白いやり方が考えついたらやってみたいですね。とにかく大量にプレミアムモスがあるんで、どんどん作っていきましょう。メッシュのチップを並べて、モスをどんどん乗せて、糸で巻いていくの繰り返しです。この時点でちょっと不安になってたのが、モスがね、全然減らないんですよ。これはちょっとものすごい量になりそうだなって考えてます。出来上がったのをメイン水槽にどんどん入れて、照明の当たり具合とか他の水草を考慮した上で置けなくなるまで入れてったら、まだ全部入ってないんですけど、画面の通りこういう状況になりました。もう流木の上とか、あとこっちの石の上もそうですね。当然定称にも置いてあって、あと水槽の端とかにも結構置いてあります。で、まだ余りがこんだけあると。やっぱり別水槽がないとこういう対応は無理でしたね。なので前回動画にした避難用水槽に移動させてますが、すでにもうスペースが足りないのが想像できますよね。もっと大きい水槽っていうのは考えてなくて、この水槽の最終目的がちゃんとあるんで、そこまでの過程として今はちょっと手狭でも我慢します。前回の動画で話さなかったんですけど、水ができてる大きい水槽が1個あると、新しい水槽の準備するのがほんと楽ですね。もちろんトラブルがあったりした場合はそれも引き継いじゃうっていう面はあると思いますが、これ経験しちゃうといろいろ想像が膨らんじゃいますね。いろいろね。で、やっぱり避難水槽の方はスペース足りなくなったんで、移動してきたアヌビアス7を90センチ水槽に戻してます。で、少しスペースを確保して、残りのモスも全部移動しておきました。で、トリミングしたメイン水槽は綺麗になって、苔が綺麗に茂ってるっていうんじゃなくて、生えてきちゃったっていう僕が思ってる感じにできてます。そして避難用水槽はこうなりました。もう完全に育成専用って感じで、水系としては最低ですが、一時的なものだし、こういう環境でちゃんと育つかどうかっていうのも見ていきたいですね。なんですけど、ここで大量に育てて、その後どうすんだよっていうのがあって、これどうしましょう。メルカリで売ればみたいに言われそうですが、ちょっと僕はめんどくさいんですよね。特に生物ってなるとなおさらね。なんで、いいアイデアあったらコメントください。とりあえず高価なモスをメイン水槽から廃棄せずに済んだんで、よしとしましょう。では今回使った金額です。ステンレスメッシュ20センチ ×30 センチのものですね。こちらが855円。今回はこれだけです。ここまで合計で20万3017円となりました。次回は水槽の蓋についていろいろやっていきたいと思います。それではまた。